明の皇帝は全部で17人いたが、意外なことに、そのほとんどが長生きできなかった。明の皇帝は、朱元璋は71歳、永楽帝は65歳、嘉靖帝は60歳を除いて、60歳を超えて生きた皇帝はいなかったのである。さらに宣徳帝は38歳、永宗は37歳、慶泰帝は29歳、清華帝は40歳、光治帝は35歳、清徳帝は30歳、天慶帝は22歳。著しく明の皇帝の平均寿命は非常に短いです。計算により、明の皇帝の平均寿命は、その前の唐、宋、次の清の中央値や平均寿命より数年短かったという。平均寿命について、明が 43.2 歳、唐が 46.4 歳、宋が 46.5 歳、清が 52.4 歳。もしかして、明代は平均寿命が短かったのでしょうか。明の大臣たちの生活の質は、皇帝には及ばないが、60歳を超えて生きる人も多く、87歳まで生きた元首のように、さらに90歳近くまで生きている人もいた。明の皇帝の寿命が短かったことについては、いろいろな憶測がある。永楽帝以降の明の皇帝は、悪性高血圧を引き起こす家系の遺伝性疾患にかかり、早死にしたという説がある。また、主食に溺れ、多くの皇帝が夭折したとも言われている。例えば、光喜帝、清徳帝、天慶帝は皆、主食に溺れた結果、亡くなっていた。そして、朱元璋が、宰相制度を廃止したことで、宰相が担っていた多くの仕事が、皇帝に押し付けられ、皇帝は、過労死してしまった。ただし、これはあくまで推測であり、事実に基づくものではありません。明では、内閣と司令官が、皇帝の悩みを共有、皇帝の負担を大きく軽減した。宰相よりも権力が強くなり、扱う事柄も多くなった。また、明代に変な皇帝が多く、そのために、行政の運営に無関心で、他人に任せることが多かったが、いずれもあまり長生きはしなかった。しかし近年、紫禁城を調査していた、専門家が大発見をした。明の皇帝が早死にしたのは、壁に塗られた絵の具が原因かもしれないのだ。永楽帝は、北京に塔を移した後、紫禁城に大量の辰砂を用いて、宮殿の壁や床のタイルの塗料として使用した。辰砂には大量の水銀が含まれており、長期間の暴露により、特に若年層では、慢性的な重金属中毒を引き起こすことがよく知られている。明の長寿皇帝の何人かは、朱元璋や永楽帝など、ほとんどの時間を南京で過ごしていた。紫禁城の建設は永楽4年に始まり、永楽18年に完成した。朱元璋は紫禁城に住んでいなかったので、影響はなかった。永楽帝は65歳まで生きたが、これは古代では、決して短くない年齢である。紫禁城を築いたとはいえ、そこに住んだのは、晩年の3、4年間だけで、若い頃は紫禁城で育ったわけではありませんでした。嘉靖帝は皇位を継承する前は、南方で育った藩王であったため、紫禁城で育つことはなかった。紫禁城で育った皇帝たちの寿命は楽観視できない。彼らは幼い頃から、水銀中毒を浴びせられ、やがてそれが蓄積されて死に至ったからだ。万暦帝は57歳まで生きたものの、健康状態は芳しくなく、水銀中毒も要因の一つであるかもしれません。そのため、永楽帝以降の皇帝の多くは、紫禁城で育ち、皇帝になった後も、
ずっとそこにいたため、水銀中毒を起こし、その結果、長生きできず、みんな不自然な死になってしまった。では、秦の皇帝も紫禁城に住んでいたのになぜ平均寿命がこんなに長いのかという疑問もあります。秦の入関前は東北地方に住んでおり、東北地方の気候はとても快適で、入関後北京の暑い気候に適応するのは非常に困難であったという。そこで北京の成功に大量の高価リゾートを作り始めたのである。秦では、皇帝は主にリゾートで生活し、宮廷の事務を処理した。秦初期、一部の短命の皇帝を除いて、ずっと長生きだった。皇輝帝は68歳、乾隆帝は88歳。毎日働き詰めだった陽成帝も57歳まで生きた。紫禁城の重金属中毒という説は、秦の皇帝には当てはまらないようだ。これは、秦の皇帝が常に紫禁城に住まなかったからである。同皇以前の皇帝は、基本的に延命園で仕事をし、毎年まだ秘書山荘に滞在があり、紫禁城で時間を費やすことは、ほとんどありませんでした。しかし、延命園が英仏によって、延命園焼き払われた後、紫禁城に留まらなければならなかった。同治帝と高祖帝は、寿命も健康状態も悪化の一途をたどっている。もちろん、同治帝の死因は、天然痘や梅毒だとする説も多い。そのため、明の皇帝の短命は決して偶然ではなく、重金属中毒が非常に重要な原因であったと考える学者もいる。リノベーションにおける公害が短命の大きな原因になっているのですから。建材に含まれるラドン、ホルムアルデヒド、ベンゼン、アンモニア、揮発性有機化合物などは、白血病や癌などを引き起こしやすくて、科学的に明らかにした。明清時代の歴史家は愚か、リノベーション公害が、現代人の多くも気づかないのです。そのため、皇帝の死は主食に溺れるせいだとすることが多く、宮殿の壁の神社は全く無視された。最後までご覧をいただき、誠にありがとうございました。また、次の動画で会いましょう。